マリサー、日本に貧困はないって言ってる人がいたんだけど、本当？どういうことだ、レイム？日本の貧困は世界の貧困に比べて、大したことないっていうのよ。なるほど。確かに一緒じゃないが、日本に貧困がないわけじゃない。例えば、衣食住はなんとかなっても、子供の修学旅行の積み立てができないとか、お葬式で香典に困る家庭は増えている。そうか、そういうのも貧困だもんね。日本の相対的貧困と、世界の絶対的貧困は別物なんだが、どちらも解決できてはいないテーマだぜ。貧困の定義はたくさんあるが、今日は、日本も含めて、世界の所得について、大まかに見てみよう。了解です。まずは、これがわかりやすいと思う。ILO の推計から作った、このグラフを見てくれ。ILO って何？ ILO は国際労働機関の略だ。国際連合の前の国際連盟の時代からある、歴史ある組織で、世界の国々の労働条件の改善に取り組んできた。この組織が、世界の労働所得格差についてレポートをまとめている。世界の上位 20% の人たちが、全お給料の 69.08% を受け取ってるってこと？そうなんだ。5分位階層というのは、全員を所得の低い方から5つに分けて、各グループの状況を調べている。もし、世界中の人が同じ所得をもらっていたら、全グループが 20% ずつになるというグラフなんだ。しかし、実際は、上位 20% が大体7割を受け取っている。ここがお金持ちゾーンなんだね。上位から2番目のグループは、19.52% だから、ここが、人数並みということになる。そうか、上から2番目でもお金持ちではないんだね。このチャンネルでは何度も出てくるが、上位と中位の断層はここにも存在する。ただ、注目すべきは、とにかく、下位の数字が低すぎる。下位 20% は、0.65% しかお給料がないんだね。概数で具体的な金額を出そう。こっちのグラフを見てくれ。5分位階層、平均月収？そうなんだ。まず、91の下位 20% から見てみよう。月収 0.5 万円レベルだ。月収で5000円。あ、そうか、開発途上国とか、物価が安いってこと？そうじゃない。これは、PPP、購買力平価といって、各国の物価水準で換算しているから、日本で普通に月5000円の生活と考えればいい。もちろん、食費以外に、家賃や光熱費など、全部含めて、5000円だ。そんなの絶対に無理だよ。そうなんだ。だから、絶対的貧困と呼ばれている。世界の5人に1人はここにいる。前に1人当たり GDP の動画で見たけど、5歳未満でたくさん死んじゃうって話？そうなんだ。乳幼児死亡率を見ると、絶対的貧困がよくわかる。詳細はいずれ動画にするが、今日は次のグループ、92を見てくれ。ここは、倫理的貧困なの？世界銀行が示す絶対的貧困のラインは、低すぎるという批判は多い。そこで、ギリギリ生存できるラインを考え、エシカル倫理的な貧困ラインを考える人たちがいる。それが、大体このレベルだ。92のグループを超えれば、ギリギリ生きていけるというラインなんだね。そうなんだ。次に、93が世界の中央値。ここが、月収 6.4 万円レベルだ。中央値ってなんだっけ？よく使う平均値は、みんなの月収を足して、人数で割ったものだ。しかし、それでは、とんでもなく月収が多い人がいた場合、実態がわからなくなる。そこで、月収の低い方から順番に並んでいって、真ん中の人が中央値だ。そうか、世界の真ん中の人の月収が、6.4 万円ぐらいってこと？日本の常識で考えると、この金額で暮らしていくことは難しい。しかし、世界の真ん中は、そこにある。そうか、それだけ、貧しい人がこの地球上に大勢いるんだね。次の94が、大体、日本で、相対的貧困と言われるレベルだろう。今の日本は、ここの領域に入る人が増えて、問題視されている。衣食住はギリギリなんとかなっても、人付き合いとかが厳しいレベルなんだね。ざっくりなんだが、このグラフで、世界の貧困と日本の貧困の感覚をつかんでみてほしい。わかるよ。日本も生活が大変な人がいるけど、世界は広いんだね。世界のお給料を5つに分けると、こんな感じなんだね。最後に上位 20% が 55.4 万円となっているが、もちろん、上位 1% や 0.1% は、とんでもない月収になる。いわゆる富豪層の所得が桁違いなんだが、それは、この動画の後で話そう。こうやって月収で見ると、世界の格差がよくわかるね。でも、やっぱりお金持ちの国と貧しい国があるってこと？レイム、いいところに気づいてくれた。国家間格差と、国内格差が存在する。一昔前は、南北問題とか、先進国対途上国とか、国家間格差の比較的単純な図式だった。しかし、様子が変わってきている。とりわけ、中国の台頭と、インドが変わり始めていることで、国内格差が大きな要因になってきた。まずは、このグラフを見てくれ。下位 10% ラインの内訳？出所に触れておこう。世界不平等レポートという、話題の経済学者、トマク・ケティが率いる、世界不平等研究所が、まとめているレポートだ。ピ
ケチって、なんか聞いたことがあるんだけど、どんな人？いずれ動画をまとめようと思うんだが、トリクルダウン理論に反旗を翻した人物だ。トリクルダウンとは、雫が滴り落ちるように、富裕層がさらに富裕になれば、経済活動が活性化して、貧困層にも富が広がっていくという考えだ。ピケチはこの考えに、反旗を翻している。ピケチさんは、富裕層が豊かになっても、貧困層は変わらないと考えているの？トリクルダウンが起こった時代はあったんだよ。しかし、それが、むしろ特殊なケースで、一般的には、格差が広がっていくことを、膨大な過去のデータと理論で証明して、大きな話題となった。昨今は、IMF まで、大きな格差が、経済成長の妨げになっていると、言い始めている。そうか、それで、格差や不平等が、よくテーマになってるんだね。このグラフは下位 10% のライン。まず、サブサハラ、つまり、サハラ砂漠以南のアフリカに極度な絶対的貧困が広がっている。その後に、インド、その他アジア、中南米、と続いて、中国はその後に位置している。ここが、絶対的貧困の中でも、特に厳しいレベルなんだね。そうなんだ。続いて、下位 20% のラインを見てみよう。インドが一番上に来たね。インドは、下位 20% ラインで、最大シェアを占めている。絶対的貧困は、世界中にあるのだが、やはり、サブサハラ、そしてインドに多いという状況が続いている。次に、50% ライン、中央値で見てみよう。中国がトップに来たね。そうなんだ。世界の所得のちょうど真ん中のところは、中国人が一番多い。その後、東南アジア、インド、中南米と続いていく。逆にここへ来ると、サブサハラのシェアは低くなる。そうか、それだけサブサハラは経済的に苦しいんだね。でも、北米とか欧州とかは、ずっと少ないんだね。アメリカやヨーロッパにも貧富の格差はあるんだが、中央値以下の所得で暮らしている人がどこにいるかを考えると、欧米諸国にいる可能性が低い。続いて、所得上位を見てみよう。ここで驚く結果が出てくる。上位 10% ラインの内訳？あれ、ここでも中国がトップなの？これは、ウプ主も少し驚いたらしい。中国は、中央値から上位 10% まで、ずっと、最大のシェアを誇ることを、このレポートは示している。やっぱり、中国って、すごい発展してきてるんだね。中国のシェアは、下位にも登場することから、国内の貧富の格差はまだまだある。また、一人当たり GDP のデータでも、日本や韓国よりかなり低い。しかし、中央値から上の方に、全体がシフトしてきている。世界の絶対的貧困が減ったのは、中国のこの動きにある。世界の富裕層も中国が占めているの？いや、上位 10% のラインとその上は様子が違っている。こっちのグラフを見てくれ。今度は上位 1% ライン。ここが、世界一の富裕層だね。ここでは、アメリカ、ヨーロッパが多いんだ。欧米諸国と産油国がこの上位に現れる。後で、説明するが、この 1% が相当な所得を得ている。上位 10% までは、中国が多いんだが、そこを超えると状況が変わってくることに注意が必要だ。ただ、注意したいのは、全地域がこの上位 1% に食い込んでいることだ。本当だ。サブサハラにも、上位 1% の人はいるんだね。実際にアフリカへ行くと、大都市の高層ビルに驚くこともある。しかし、郊外には、まともな上下水道がないことも普通だから、病気には弱い。世界の格差はそんな状況になってるんだね。国内の格差と、他の国との格差、両方あるんだね。さて、世界の富裕層というのが、どのくらい高所得なのか見てみよう。この世界不平等レポートは、衝撃的な数字を示している。まず、上位 10% が、だいたい世界の半分、52.2% の所得を得ている。上位 10% で世界の半分の所得を得ているの？そうなんだ。中位 40% が 39.4%、下位 50% が 8.4% 程度の所得を得ている。下位 50% は世界の 8.4% しかもらえてないんだね。驚くべきはこの後なんだけど、所得上位 0.1% が、世界全体の所得の 8% ぐらいを得ているんだ。どういうこと？世界中の人が貧しい順から並んで、ちょうど真ん中までの人のお給料を全部足してみるんだ。ここには40億人近い人々が含まれる。その総合計と、上位 0.1%、数百万人の所得合計が大体同じぐらいなんだ。地球上の半分の人と 0.1% の人が同じだけ稼いでいるんだね。所得格差という言葉は、よく見ないと誤解してしまう。我々日本人も、援助する側と考えることが多い。しかし、最近注目されているのは、その上の超富裕層だ。ここに、もう少しでも税金をかけることができれば、世界の格差は縮小するという考えのもとに動いている人々がいる。税金を払ってないの？驚くのも無理はないんだが、所得が多い人ほど、税金が高いというのは、世界全体では通用しない。そのあたりのからくりも、今後取り上げていこう。なんだか、頭が痛くなっちゃったよ。
マリサ世界って、とんでもなく格差があるんだね。レイム、気持ちはわかるんだが、これはまだ世界の格差、所得編なんだ。これが資産編になると、もっと格差は大きくなる。みんなで普通に暮らしたいよ。贅沢なんてしなくてもさ。世界の貧困について、アフリカなんかが貧しいから、日本は代わりに豊かなんだという人がいる。しかし、考えてみてほしい。サブサハラの現状を考えると、貧しい者からどれだけ搾取できるというのだろう。一方で、上位 0.1% の人が、介護10%の所得を得ているという現実がある。何かが、おかしい。そうだね。地球は、みんなで普通に暮らせる星では、ないんだね。そうなんだ。極端すぎる。ここまでの極度な貧困を生み出すことは、人類にとって、何のメリットがあるのかと思うぜ。さて、ちょっと長くなってしまったが、今日はそろそろ時間なので、この辺りで終わりにしよう。最後まで見てくださった方、ありがとうございました。コメント書いてくれる人に感謝します。それではまた。見てくれてありがとうだぜー。